はい、それでは次です。こちら。会話のプロレスということで、久保健さんと井上さんの対談の時に少しだけ話したんですけど、僕の言葉なのでちょっと説明しますね。会話のプロレスっていうのは、要するにまずプロレスっていうものはどういうものかというと、例えばボクシングこうやってますね。で、相手のパンチきますね。そしたら、避けるかガードをするか。要するに相手の攻撃は受けないんですね。ただプロレスっていうのは受けの美学とも言われてまして、皆さんよく見ますよね。プロレスでバーってこのロープに振られる。で、ロープに振られた選手がバーンっつってそのまま跳ね返って技を受ける。そんなもん、このロープ掴んでしまえばいかないじゃんって。でもそれはダメなんです。それやる人はもちろんいるんだけど、基本的にはプロレスっていうのはそれをロープを持たずにわーって言って技を受けなきゃいけない。例えばこうバーンって倒されて仰向けの状態になってます。で、その相手選手がトップロープに上がっていく、ロープの一番上に上がっていく、それをちゃんと見えてる。今立って避ければ避けれる。でも避けちゃいけないです、プロレスはね。でそれをしっかりダーンって受けてうわーっていくのがプロレスなんです。要するにですね、受け手と攻め手のバランスが しっかりしてるんですね。でそれを会話で言うと聞き手と話し手という話になるかなと思います。宮村さんはこう言います。情報は共有するものというスタンスで井上さんの知識を惜しみなく他者に共有してくれます。宮原さんは自分が体系立ててコーチングした内容でも選手の感じ方に違和感があったら意見を聞きすぐに改善し自分のコーチを生かすことができる柔軟性、これです。これが僕はこの会話のプロレスっていうちょっとまとめ方をさせてもらったんですけど、もともとこの会話のプロレスっていう言葉ができたっていうか僕が考えたのはどういう時かというと、この一番最初に会った時、井上さんと話して3時間カフェで話した後に新幹線の中で会話のプロレスという言葉が自分の中で生まれました。すげえ楽しかったんですよ。すげえ楽しいなと、何なんだろうこの楽しさっていうのを自分でなんかこう解説分析をした時にね、だって普通考えてこんだけコーチングを勉強してる人っていうかちゃんと実践してる人と勉強したてのやつ、この2人でやるんだったら話すんだったらほとんどこの人が話してもいいわけですよ。いわゆる講演会みたいな形になっても別にいいわけですね。何々バーって話しました。で僕がなるほどっつって次何かありますか、でまた話す、なるほどこういうことはどう思いますか、わーって話すっつっても9対1ぐらいで話すでも全然いいわけですよ。っていうか僕はそうなると思って言ってたんです。勉強させてもらいますみたいな感じで言ってたんですね。でもそうじゃない変な喜びを感じて新幹線に乗った時にこれは何だった時にこれだったんですね。俺結構喋ったなっていうそれがよくよく考えれば僕聞いてますよね。井上さんバーって話すじゃないですか。ただやっぱりそのそれ分かるっていうのとかそれ俺のエピソードもあるみたいなってありますよね。そういう時ってその時に多分僕の顔に出てるんですよ。そのエピソード僕も話したいっていう顔に出てる。そしたら井上さんバーって話しながらそれを感じてこいつなんか話したいことあるんだろうなって思ったらその話をシューって止めるんですよ。ただ間が空くでしょ。その前に僕が間が空いたと思ってちょうどいいって言ってすいません今の話ですね僕ね同じような経験して僕もちょっと話していいですかってわーって話すわけですよ。でそれがまさにプロレスなんですね。井上さんからするとこう技をかけてたらその表情が見てこいつ技かけたそうだなと思ったら立たして僕を技かけずにこうやって立たしてはいどうぞ技かけてって言ってで僕がいいタイミングっすっつって技かけてかける。ただ井上さんはかけられながら次どのタイミングで自分がかけていこうかなみたいな感じでこの話し手と聞き手のバランスをうまくまた井上さんが立ってまた技をかけ始める。それってねっつってこういうことなんだよみたいな、こういうことが聞きたいんでしょみたいなで僕らも技かけられてっていうのをずっとやってたんです。3時間。なるほどこれプロレスだと思って僕が会話のプロレスっていうのをその帰りに思いついたんですけど、これがね共感できる人いると思うんですけど、井上さん知ってる井上さんと話した人は多分そういうふうに思うんですよ。で選手っていうのは基本的にはその井上さんってさっき言ったように発問するので井上さん自体が聞き手になるんですね。で選手自体が話し手になるケースが多いんですよ。でこれもかなり異質なんですね。基本的にだって
コーチっていわゆる話し手になることが多いんで、与えることの方が多いんで、こうしなさい、こうしなさい、こうしなさいって言って、選手側ははいはいはいってなるのが、一般的には多い中で、井上さんはこれどう思う、これどう思う、なんでそうなるのって言って話す、選手側が話し手になるから、それを井上さんのコーチングを見たときに、なんか不思議なコーチングしてるなっていうふうに思える。で、選手側も、あれ、なんかいつもと違うな、この感じっていうのは、さっきの僕と一緒なんですね。なんか喋ってる俺みたいな、それを感覚が分かるかどうか分かんないけど、なんか違和感がある、いつもと違うなっていう感覚があるのは、このバランスがめちゃくちゃうまいんです。そして気持ちいいんです、これ。これ多分宮原さんとかは多分分かってると思いますね。一緒に話すことが多いと思うんで、すごいね、見てると楽しいんですよ。見てるというか、それを感じると楽しいんです。このプロレスを掛け合ってるのってすごくうまくやってくれるので、そういう機会ですね。このバランスをやってる機会と、この練習中はこの受け手の部分が多いんですけど、このね、あんまり見ないんですけど、この井上さんが攻め手に徹した時があるんですね。これがまたね、いいんですよ。僕が見たのは尾道高校の監督、尾道高校にコーチングに行った時に、その夜ですね、田中監督と、僕と井上さんとコーチ2人、尾道高校のラグビーのコーチ2人で、この5人でご飯を食べに行った時に、いろんな話をする中で、なんか分からんけど、なんか雰囲気的にコーチからの質問コーナーみたいな時間だったんですよ。で、井上さんってこのラグビーの戦術だけじゃなくてスキルに関してもめちゃくちゃよく知ってて、要するにラグビーというカテゴリーだから、もうラグビーの中なら全部知ってるっていう感じなんですよね。だからコーチ側からしてもなんか全部聞こえるわけですよ。で、今のうち聞いてこようみたいなのがあって、ね、もうそれは完璧にもう攻め手に徹した井上さんが見れたんですね。コーチからすると、例えばですね、こういう戦術をやりたいんだけどなんかうまくいってないんですよね、どういう練習した方がいいですかって聞きますよね。そしたら井上さんは、それってこうだと思いますってタタタタタタって答えるんです。で、それが終わったら、もう一人のコーチが、こういう選手がいるんだけど、どういう練習したら伸びますかねみたいな。だから井上さんは、こうだと思いますってパパパパパパって答えるわけですよ。っていうのが、またこっちのコーチからまたこっちのコーチ。それがその個人の分とか、なんていうか戦術の分とかで本当にいろんなジャンル、ラグビーの中のいろんなジャンルの質問するんだけど、それはパーン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 って答えてくるんですよ。例えばひろゆきさん、2チャンネル作ったひろゆきさんとか金国西野さん、あと武井壮さんとかよくやってますよね。YouTube でスパチャとかってやってて、質問を受け付けてそれにすぐ答えるって見たことありますかね。皆さん分かんないですけど、僕はひろゆきさんのたまに見るんですけど、あれで何が面白いって、あれはまさにノンジャンルなんですよ。芸能人の不倫とか自分の恋愛相談もそうだし、政治のこともそうだし、株とかそういうのもいろんな質問が来る中で、ひろゆきさんはそれを瞬時にパパパッと解決して自分で話すんですよ。で、僕はそれ内容はあんまどうでもよくて、やっぱ質問に対して答えるスピード、そしてもう知識の量が絶対いるんですけど、それにスピードがめちゃくちゃ速いんですよね。それが見てて楽しいんですよ。それと一緒。コーチが質問した、井上さんが返した、コーチがちょっとまた違う毛色の質問した、それを返すって言って、それを見てる横でね、僕ずっとその内容本当僕にとってはあんまりどうでもいいので、なんか瞬時に返すっていうのを見てるので酒が飲めるっていう楽しいな。また返した、また返した、はえーって言いながら、僕はそれを横で見て酒が飲めるのめちゃくちゃ楽しくて、そういうね、やっぱ知識と返すスピードっていうのももちろんあるんだけど、やっぱバランスが非常にうまいんですよ。で、これ本当皆さん経験してほしいし、でもしよかったら井上さんと久保健さんの動画を見てれば、なんとなくその会話がある。もう当然久保健さんもうまいんです。このプロレスがうまいので、2人ともなんかすごい上級者のプロレス見てる感じ。わかるかなこれ。わかるかな俺だけかなわかんないけど、僕から見てるとこうだし、こういうものっていうのは僕はそういう風に感じていると思います。はい、ではもう少し話していきたいと思います。井上さんのね、SNS とか
ブログとかツイッターとかああいうのを見てるときにこういう印象を持ってる人って多いと思うんですよね。カタカナを多用する人だなと、やたらとカタカナを使うなっていう印象を持ってる人すごい多いと思います。実際に僕もそうでした。井上さんと林大成選手のタックル動画を見たときに、これ面白いなと。で、もっと知りたいと思ったときに、井上さんのブログに飛びました。そうすると、カタカナがいっぱい使ってました。で、これ分からんわと。聞いたことないカタカナよく出てきたんだと。これで思考が停止するんですよね、分からないカタカナって。で、これ難しいと思ったから、僕、なんならそれが難しいと思ったから、自分なりに解釈したもう少し分かりやすい動画を作りたいと思って動画を作らせてもらったんです。それぐらい僕にとってもカタカナが多いというのはすごくストレスだったんですね。で、なんでそんなことするんだろうと。で、実際に会ってコーチングとか受けてみると、確かに使うのは使うんだけど、そんなにストレスにはならないんですよ。けど、文章を見ると、やたらと使って見てる方からすると、なんでこんな使うんだろうなと思ってる人めちゃくちゃ多いと思います。で、これ、僕なりに解釈しました。これ井上さんが言ってたかもしれないですけど、一応僕の解釈として聞いてくださいね。これです。共通言語を作ろうとしてるんですね。おそらく。共通言語を作ろうとしている。理解できます？この意味。あんまり理解できないと思うんですけど。例えばですね、これ、本当僕の例えで申し訳ないんですけど、電子レンジで温めること。はい、皆さん。電子レンジで温めることを他の言葉に言い換えてください。これ、電子レンジで温めといて。これ、ほにゃにゃらほにゃにゃらほにゃにゃら。出ますよね。皆さん多分一緒ですよね。これ、方言じゃないですよね。地域限定のあれじゃないですよね。皆さん大体こういうと思います。チンするってね。これ、共通言語です。で、チンしといてって言って、大体、分かったって言いますよね。電子レンジで温めといてって言って、もちろんそれも、分かったって言うんだけど、チンするっていう言葉は、電子レンジで温める、これイコールなんですね。じゃあ皆さんちょっと考えてください。このノリで、はい。掃除機をかけること、はい。何でしょう。掃除機をかけることの共通言語。皆さん考えてみてください。はい。皆さん、同じ言葉が出たと思います。出ましたよね。同じです。こちらです。なしです。そうです。掃除機をかけることに関しては、共通言語はおそらくないと思います。ね。じゃあ、例えばですね、この掃除機をかけるっていう、この言葉を、僕が今日から、ブーをって呼びます。ブーをしてって。ね、チンしてみたいな感じで、ブーをしてって。今日ブーをしといてねって言って。そこら辺ちゃんとブーをしといてねって言って、掃除機をかけることをブーをって呼びます。皆さん今、はぁって思うじゃないですか。なんそれって。何がブーやねんって今思ってますよね。そうですね、当然ですよ。じゃあ、聞きますけど、じゃあ皆さんに聞きたいんですけど、レンジを温めることをチンするっていつ誰が言ったんですか？いつ誰が考えてこれをチンするって言ってチンするっていうことに対して何にも違和感がなくなったのはいつなんですか？不思議じゃないですか。例えばテレビとかそういうもので言ったかもしれないけどその言った時聞いた時ははぁって思ってるわけですよ。今みたいに俺のブーを聞いたみたいにチンするってなんダッサって思ってるはずなんですよね。でもそれがちょっとずつ市民権を得て今チンするっていう言葉共通言語になってるわけです。ね。これを今作ってるんです、井上さん。で、僕は勝手に思ってます。すごいですよね。意味わかんないでしょ。共通言語を作ろうとする人、そんなこと考えたことあります？みんなのために共通言語を今のうちに作ってこようって。でも誰かが作らないと作れないんですよ、共通言語って。だってその時間をかけることは誰も今までの人類っていうか日本人一人も考えてないですよ。で僕が今ブーをって考えたんですよね。で皆さん今すげえバカにした目で僕のことを見てますけどでも例えば50年後みんながブーをって言ってたら僕はすげえですよね。共通言語だって作ってんだもん。共通言語を作ろうとしてるんですよ。わけわかんないでしょどんな思考しとんねんって僕は思うんですけど。で例えばね、じゃあ共通言語ってどういうの？このね、今
市民権を得たこのチンするで、全く市民権を得てないこのね、僕が今初めて言ったブーゴっていうこの言葉の、じゃあちょうど今間ぐらいにあるもの、どういうものかなとちょっと一生懸命考えました。一生懸命考えて、多分ここが今間ぐらい、市民権を得てるといえば得てるけどそこでもないなっていう言葉、スポーツでよく使います。こちら皆さん考えてください。調整する、合わせてくる、こういうこと、調整する、合わせてくるということを皆さんが今共通言語にしようとしていること、言葉、野球でよく使ってます。普通にプロ野球の解説者ももう普通に言ってます。例えばアウトコースに合わせてくるね。多分20年前は多分みんな合わせてくるとか言ってましたね。あの人合わせるのがうまいみたいな。それを今何々するのがうまいって言うんですよ。わかります？どうですか？わかりますよね。よく聞きます。アジャストするね。もう現代ではよく聞きますよ。アジャストするね。僕20年前現役だった頃アジャストするなんて聞いたことねえよ。で全然知らなかったのが今20年、まあ何年経ったか知らないですけど、アジャストするをね使い始めて何年目だか知らないけど、ちょっとずつ今市民権得てますよね。これ感じます？今感じません？自分では使わないけどアジャストすると言われりゃ分かる。あの選手アジャストするのがうまいよねって言われりゃなんとなく分かるじゃないですか。でも20年前使ってました？使ってないですよね。誰が言ったんですかこれ。誰が考えたんですかこのアジャストするってね。こういう感じで井上さん、このアジャストするを今考えてるみたいな感じなんですよ。僕がブーオって考えてるように今の現時点から何十年後かのために彼は共通言語を作ろうとして、だからカタカナをいっぱい使ってる。すごない？いや、そうだとしたらですよ、僕の解釈が合ってるとしたらすごない？共通言語を考える人って世の中にどうやったら見つかるんですかね。チンする人じゃない、チンするって初めに言った人、アジャストするって初めに言った人探せます？周りにいます？皆さんこんな人。いやーねー、わけわかんないですマジで本当に本当にね、わけわからん。ちょっと頭の構造はねちょっと僕には理解できないですっていうことで、もうカタカナを対応する、井上さんがカタカナを対応してるのはこういうことなんじゃないかなと僕は思います。はい、次ですね。じゃあ皆さんこうやってねいろんなことを井上さんについて話していきました。でも僕はですね、最初井上さんのコーチングを見た時にうまいなっていうのがまず最初にあった。でもう一個だけ、もうその時ね何にも分かってない、帰ってビデオも見てないから分析もしてない状態、直後に思ったのがうまいなっていうのともう一個あったんですね。この人これがいいんだ、きっとこれがいいはずなんだ。でその後彼と付き合う中でもそれはひしひしと感じてます。発問とかこういったいろんなことができてる。でそしていろんな人がこう満足するというか、受け手がね、選手じゃ一緒に学ぶ人たちがこの人なんかいい感じだなって思うことの要因の一つが最後に僕から言わせてもらいます。井上さんのいいところ、こちら笑顔です最後に笑顔です。はい、これがあるから発問も生きてくる。これがあるから心の距離も縮まる。これがあるからこんなにいろんな人がこういうことに協力してくれる。笑顔なんです。で特にね、井上さんってパッて見た目決してすげえ優しそうな顔してるわけじゃないんですよ。よく言いますよね、そのなんかもう立ってるだけでめちゃくちゃこうなんかいい感じのなんかこの人は優しいっていう顔の人っているじゃないですか。でも井上さんって別にそういうわけじゃないですね。そういうわけじゃない人なんだけど、僕もそうなんですけど、僕もこうマットでこうやってやってたら
決してこの人優しそうだって思われないんですけど、でもそういう人が逆に言うと笑顔になると、そのなんかこの人怖いんじゃないかなと思った人がはって笑顔になると、やっぱはってなるじゃないですか。あ、なんか可愛いこの人みたいになるじゃないですかっていう意味で、あ、井上さんと笑顔っていうのは僕最初に感じました、本当に。で井上さんにも言いました。よく分からんけど笑顔がいいと思いましたって最初に言ったんですよ。でさすがにそれ井上さんは初めて言われましたって言いましたけど、すごくね印象的でした、最初から。で普段の生活でもやっぱり笑顔がなんかこう素敵な人だなっていう感じのまとめ方変なまとめ方になっちゃいましたけど、っていう感じの、これも、井上さんの魅力の一つだと思います。では最後に今日のまとめとして1個だけ言わせてもらいます。こういう風な感じでね、井上さんを知ってる人は多分これ見てと、もう多分そろそろ首がもげてると思うんですけど、確かに分かる、これも多分分かってくれると思うんですけど、井上さんを知らない人が今これを見た時になんかすごく完璧なように見えてしまってるんじゃないかなと。当然褒めてる回なんでそういう風になっちゃうのは当たり前なんだけど、でもなんかこうなんていうかな、隙がないというか、完璧だってめちゃくちゃ勉強するわ、発問もうまいわね、会話もうまいわ、なんか共通言語を作ろうとしてるわ、じゃあ完璧じゃないですか。すごく寄せつけない感じ、唯一この笑顔だけですよね。以外はなんかこう堅苦しいというか完璧すぎてるなというのがあるので、最後に愛を込めて、井上さんに愛を込めて今日のまとめ。井上さん、僕から見たらこういう人です。無邪気なおじさんです確かに勉強熱心だし、いろんなことを学ぼうとしています。で発問も素晴らしいけど、根本にあるものは無邪気なおじさんなんです。で最後に無邪気エピソード1個だけ話してきますね。僕と井上さんとラグビー選手2人4人でクラウドファンディングをつい最近起こしたんです。でそれを起こす時にすっごい急ぎで起こしたんですね。なんかもうわーって4人が集まって、でもうこれも時間ない、すぐやらなきゃみたいな感じで、僕が裏方でずっとやってたんですけど、やってたのはいいんですけど、僕以外のね4人のうち僕以外の3人は関西の人なんですよ。で僕だけが広島なんですね。だからズームで会議して、何回かズームで会議して、あとは LINE でこうなんかやり取りしながらそのクラウドファンディングを立ち上げて、で一旦とりあえずその募集期間が終わって、今プロジェクトはまだ全部終わってないんですけど、その募集期間が終わるまでバーって突っ走ってたわけですよ。で全然会うこともなく、ただただそれで、僕からするとこの4人のうちの井上さんはもちろん会ったことあるけど、その2人のラグビー選手には会ったことすらないんですね。そんな状態でとりあえずプロジェクトがバーってスタートして、でなんとなく募集期間が終わって、ありがたいことにお金も集まって一区切りっていう時に、ようやく僕が関西にタイムあったんで、じゃあそこで打ち上げしましょうと。で4人初めて4人が揃うんですよ。僕なんかその2人は初めて会うし、4人が揃うのは初めてなんですよ、いわゆるプロジェクトメンバーがね。で打ち上げしましょうって言って、関西の美味しいマグロ屋さんで夜集合したわけですよ。そしたらね、皆さん打ち上げしようって言って集まってるんですよ。何の話します？クラウドファンディングで打ち上げしてるんですよ。クラウドファンディングの話するじゃないですか。いや、あの時ね、立ち上げる時あの時大変だったよねとか、ああいう支援者の言葉ってすごい良かったよねって、これからもっとこういう風にしていこうねみたいな感じでクラウドファンディングの話するの当たり前でしょ。けどね、井上さんマグロの話するんですよこのマグロ美味しいよ、このマグロ美味しいよっつって、食べてみっつって写真撮っとこうかみたいな。で新しいね次のマグロの料理が来たら、これも美味しい、これも食べて、これ見てって会話遮って一生懸命マグロの話するんですよ。ちょっと待ってくれよと、僕からするとね、いやちょっと待ってくれよと、クラウドファンディングの話させてくれよと。だってその打ち上げでしょと、いろいろ苦労あったじゃん、みんなそれぞれの苦労話そうよと、なんなら褒め合おうよ、なのにマグロの話すんなよっつって。でラグビーの話しようとしたら、その昨日の練習がどうじゃこうじゃとかね、まさにこの昨日学んだことを自分でアウトプットしながらこうやって話すわけですよ、そのラグビー選手と一緒に。いやもう、分かる、いいんだけどさつって、ちょっとクラウドファンディングの話させてください、打ち上げなんでっていうぐらい、もちろんしたんですよ。もちろんクラウドファンディングの話をしたんだけど、
僕にとっては、僕は個人的には残りの2人がどう思ったか知らないけど、僕はもうちょっとクラウドファンディングの話したかったなっていうので終わったんですけど、それぐらい無邪気な人だってことです。面白いんです。だからね、すごくね、子供っぽいんです、実は。見た目もこういう内容もすごくこう大人びてることばっかりですごく堅苦しいんだけど、すごく中身が子供っぽい、ね、だからみんなにこうやって愛されるんだなと僕は思います。だから無邪気なおじさんということで、皆さんこれも含めて井上正樹さんっていうのはこういう人だと。でそこからコーチングは僕はこれからもどんどん学んでいきたいなと思いますので、井上さんこんな感じでまとまりました。井上さんにはね、これをやることも言ってないので、この動画を見て初めて井上さんは多分これを知ってるので、みんなもう今井上さん自体はこうむずがゆくなってると思いますので、こういう感じでまとめさせていただきました。後で井上さん感想をくださいね。井上さん知ってる方ももしよかったら感想などください。それでは何だっけ、こういつもするよね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。